はい、皆さん、こんにちは。山本子です。今日はね、いつもさ、あれなんですよ。書道作品をね、発表する感じで、東洋思想とか漢詩とか解説してるんですが、私の興味範囲そこだけじゃないので、今日はちょっと違う角度から、お話ししていきたいなというふうに思っています。で、じゃじゃんすごいさ、手書きなさ、手作り感満載の感じで、今日は、お送りしますが、いつもと字体が違うのは、これ左手で書いてるからなんですけれども、私基本的に左利きでございますので、基本こういう字を書いてます。はい。で、今日は、バロック時代のフェルメールのアートと17世紀のオランダ社会について、解説していきたいと思います。めっちゃ手作り感満載だよね。なんかさ、すごいあったかみ感じない自分で言うなって感じですけどですね。バロック美術のまず解説をしていきたいと思います。17世紀にはバロック美術が交流します。バロック美術は感情豊かで劇的な表現が特徴です。17世紀のバロック美術は16世紀に起きた宗教改革が影響しています。宗教改革によって、ヨーロッパではキリスト教がカトリックとプロテスタントに分裂しました。で、バロック美術は、特にカトリック教会が視覚的な手法を使って感情的な宗教体験を促進させるために多く書かれたというふうに言われています。バロック期の画家の一人にヨハネス・フェルメールがいます。フェルメールは、オランダの画家で、彼の作品は光の巧みな表現で知られています。で、彼は自然光の効果を細かく観察し、その反射や屈折を丹念に描写したそうです。フェルメールの一番有名な絵画にこちらですね。真珠の耳飾りの少女っていう絵画が一番最初に挙げられると思うんですが、この絵は、1655年頃に描かれたというふうに言われています。どうですかね？この絵見て何を感じますかって、私はね、この絵を見て、一番最初に感じたのは、もともと青色、ラピスラズリの顔料を使って、青色を表現していたらしくって、フェルメールは。で、そのラピスラズリがすごい高級で、なかなか手に入らないものだったっていう風に聞いていたので、もしかしたら、フェルメールって、お坊ちゃまみたいな、写実的というか、誇張してない、そのままありのままの光だったりとか、色鮮やかさだったりとかっていうのが表現されてて、あと、やっぱりこの時代、バロックってやっぱレンブラントとかもそうなんですが、光と闇をすごい巧みに表現してるなっていうのはすごい感じていて、背景が黒じゃないですか。で、パッと光が当たって、それで美しさがより引き出されている表現というか、それをすごい、この絵からは感じました。はい、皆さんはこの絵を見てどう感じますか？一般的な、情報もお伝えしますと、この作品は、青と黄色のターバンを巻いた若い少女が振り返る瞬間を捉えています。で、真珠の耳飾りは、富と美の象徴とされ、アレン様みたいですね。少女の純真さや無垢さを強調しているというふうに言われています。では、次の作品ですね。じゃじゃん。この作品、知ってる方、どうでしょう？いらっしゃいますかね？私、この一連の作品大好きなんですが、こ
こっちが天文学者、1668年に描かれた絵で、こっちが地理学者、1669年に描かれた絵なんですね。この絵見てどうですかね？皆さんどういうさ、感想を持ちますか？私ね、このテーマに関しては、すごいなんか自分で思ったことがすごいたくさんあるので、後でお伝えしたいと思います。はい。では、この、天文学者と地理学者の、絵画を、読み解いていくために、オランダの、経済事情であったりですとか、あとヨーロッパ全体の気風とか、時代の流れとか社会背景とかを解説していきたいと思います。では、17世紀は、オランダはイギリスと並んで、貿易によって経済の黄金時代を築きます。当時のオランダの経済基盤だった海運業にとって、天文学と地理学は非常に重要でしたと。ヨーロッパでは15世紀に本格的に科学への関心が高まりました。そして17世紀には自然科学が飛躍的に発展し、科学革命の時代を迎えたそうです。数学史を調べてた時に、ちょうど、15世紀から17世紀にかけても、やっぱり数学っていう学問が飛躍的に、進化、発達して、ニュートンとライプニッツが、同じぐらいの時代に、同時進行みたいな感じで、微分積分学というものを、確立した、戻りますが、今の、前提知識をちょっと頭に入れた上で、改めてこの絵を見てほしいんですね。でこの絵見て、皆さん何を感じましたかと。私は、この絵を見て、純粋な知的好奇心と探求心の表れみたいなものをすごい感じて、で、その学問っていうものに対する真摯で敬虔な姿勢みたいなものをすごい感じ取ったんですよ。今後は、西洋絵画もそうですし、クラシック音楽もそうですし、あと、中東のさ、建築、モスクとか、イスファハンのイマーム広場みたいな、ああいう世界遺産もそうですし、あと東洋の、建築史とか、東洋の文化史みたいなものも、同時進行で、お伝えしていけたらいいなっていうふうに思っています。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。